皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ南部戦線において、ウクライナ軍の大規模な反攻作戦が行われたようです。というわけで今回の動画においては、じゃあ一体どのようなポイントに気をつけながら事態を見守っていけばいいか、重要なポイントについて解説を行っていこうと思います。それでは、ウクライナ軍の反攻作戦どのように報じられているか、早速見ていきましょう。まずは、ウクライナとロシア双方の主張というものをどちらも掲載している記事から見ていきましょう。ウクライナ、ヘルソン州奪還へ反攻開始。ロシアは撃退主張。ウクライナ軍はロシア軍に占領されている南部ヘルソン州の奪還に向けた反攻を開始した。地元高官が29日明らかにした。一方でロシア軍はヘルソン・ミコライウの南部2州でウクライナ軍を撃退し大きな損失を与えたと発表した。ヘルソン州の議会議員で州知事の顧問も務めるフラニ氏はテレビ局に対し、ヘルソン州全域でロシア側陣地に対する強力な砲撃があったと説明。これは我々が春から待ち望んでいたこと、つまりヘルソン州の奪還が始まったという発表だと述べた。だがロシア国防省は声明で、ウクライナ軍の作戦は無残な失敗に終わったと主張。ロシア軍は戦車26両、装甲車32両、スホイ25攻撃機2機を破壊し、ウクライナ側は兵士560人以上を失ったと説明した。ロシアとウクライナ双方の主張といったものが両方載っているものに続いては、じゃあウクライナ側ではどのようにこのニュースが出ているかも見ましょう。ヘルソン近郊でウクライナ軍がロシア軍第一防衛線を突破。先ほども出てきたフラン州議会議員は、ウクライナ軍がヘルソン近郊のロシア軍の第一防衛線を突破したと伝えた。フラン氏は、ヘルソン前線におけるロシア人の第一防衛線が突破された。ロシアのファシスト殲滅は拡大しており、本日未明と午前だけで、ウクライナ軍の攻撃があったのは、ヘルソン、アントニウカ、オレシュキ、ノーバカホフカ、リュビミウカ、ベリスラウと書き込んだ。同時に、ウクライナ軍南部司令部の報道官は、メディアセンターの記者会見時、ヘルソン州でのウクライナ軍の反攻については、今は静寂を維持すべきと呼びかけた。その他、ウクライナ軍部隊カホフカは Facebook にて、ヘルソン州でロシア武装集団 DRP の第109連隊が自陣地を撤退したと報告し、動画を公開。また、武装集団の支援をしていたロシア軍の空挺兵が戦場から逃亡したと伝えている。ウクライナ軍の攻撃によって撤退する部隊が出ている、そうした話が出てくるのと関連する形でロシア兵が遺言を残している動画なども広く拡散されています。しかし情報は錯綜しており、果たして本物かどうか、今の時点における遺言動画かどうかは確認のしようがありません。また今回の作戦に従事している戦車かどうかはわかりませんが、戦車の車列が戦場に向かっている写真なども公開されています。同じくこれも今回の攻撃のものかどうかはわからないものの、戦車や歩兵戦闘車といったものが前線に積極的に前に出て攻撃を加えている様子などがインターネット上に出回っています。動画や写真といったものは今のものなのか、それとも以前の戦いなのか、それとも他の地方での戦いなのかといったことはちょっと確認のしようがないわけですが、少なくとも今のところ出ている話をまとめると、ウクライナ軍の攻撃といったものは非常に多方面にわたっており、主な攻撃地点は4つ、そして後方地に対する攻撃もこれまた大きなものが2つあるとされています。後方地における遠距離攻撃については、これまで何度も解説を行ってきましたが、川にかかっている橋に対する攻撃です。大きな川の西岸地域は、この橋がなければ撤退することができない場所となってしまいます。ですから今回大規模な攻勢をするにあたっても、やはり撤退路を完全に潰しておくというウクライナ軍の明確な意思を感じることができます。そして前線における大規模な攻勢は4カ所行われたとされており、これらの戦闘の中にはかなり前線を押し上げたものもあるとされています。まず最初に言及しておくべきポイントというのは、作戦実行中における情報をどれだけ出すかというのは、ウクライナ軍の方が圧倒的に情報は隠し、一方においてロシア軍はやたらとベラベラと喋りまくるという特徴があります。ですから、ロシア側の発表についてある程度逆算して現場の情報を読み取ることができます。例えば、ウクライナ軍がどれだけの戦力を投入したかといったことはウクライナ側は一切発表していません。一方でロシア側はこれこれこういったものを撃破しましたよという話をしています。
その中から戦闘機、戦車についての話をしていますから、今回のウクライナ軍の攻勢といったものは、航空戦力による空爆、そしてハイマースなどによる遠距離攻撃、さらには前線においては戦車や装甲車が出てきている、つまり一通り揃った大規模攻勢だということを意味しています。ウクライナ軍は一言もそんなことは言ってないわけですが、ロシア軍側の発表によってそれがわかるというわけです。ただし、ロシア側の発表において、戦果、撃破したものの数についてはあまり参考にはならないということを最初に言っておかなければなりません。例えば、ロシア軍の撃墜した戦闘機、攻撃機の数というのは、ウクライナ空軍が全滅してもなお足りない数になっています。ですから、ロシア軍としては、ドローンを1機落としただけでもそれを戦闘機の撃墜数にカウントしているんではないかと言われています。同じようにして戦車や装甲車を撃破したという話についても、映像として出ているものについては確認ができるわけですが、映像が出ていないものについては本当はトラックを撃破しただけかもしれないし、民間人の乗っているバスなどを破壊しているかもしれません。そのぐらいロシア軍の発表というのはかなりごまかしや嘘、大げさなものがたくさんあって、鵜呑みにすることはできないということは注意すべきポイントです。さて、それはそれとして、今回の大規模攻勢の結果として、どのようにうまくいっているのかうまくいっていないかについては、結局のところウクライナ軍は発表は後になるでしょうから、これを確認することは現状ではほとんど不可能だと言えます。例えば、翌日であるとか2日後であるとか、そのぐらいの時間が経った後において、衛星写真などを確認することによって、陣地のどのような転換が行われたかといったことを、後から客観的に評価し、それを戦争研究所などがレポートとして報告するのを少し待つ必要があると思った方が良いです。今回の報道は、現地の議員による発言として、大規模な攻勢が行われたとウクライナ側は情報が出てきているわけですが、少なくともウクライナ軍の正式な発表ではないという点には注意しなければなりません。しかし、今回の大規模攻勢が行われたということ、それ自体はもう確かでしょうから、この後戦況がどうなるかについてはやはり最も注意してみなければなりません。なぜならば、これまでウクライナ軍は何度となく川にかかっている鉄道橋と橋を繰り返し攻撃し、修復作業を阻んできました。そして今回もまた攻撃し、それに合わせる形で実際に前線における攻勢に出たというわけですから、ある程度覚悟を決めた前進が始まったと見るべきです。そして今回の攻撃について最もよく成功した形で終わるとすれば、それはロシア軍の部隊が撤退しようにも橋が使えないということを前提にして、戦車や装甲車、榴弾砲など重たい兵器についてはその場に残した状態で、兵士だけが川を渡って逃げるということです。この場合ではウクライナ軍に大量の兵器弾薬などが鹵獲されるわけですから、かなり大成功な終わり方だと言えます。一方で守っているロシア軍も今は武器弾薬を持っているわけですから、それほど簡単に兵器を置き去りにして逃げないということもあります。その場合は激しい抵抗によって戦いは続くわけですから、鹵獲される兵器や弾薬といったものは少なく、あくまでも破壊された兵器が残る形でウクライナ軍は川へと到達することとなります。この場合は激しい消耗戦の末の勝利ですから大成功とは言い難いです。ただし、奪われたヘルソン州の主要都市であるヘルソン市を奪い返すということは、やはり戦局の転換点を意識させる政治的な意義の大きい勝利だと言えるでしょう。つまり速攻で倒すことができれば多くの兵器が残った状態で勝利することができるわけですが、これは軍事的な圧倒的な勝利と政治的な勝利の2つの果実を得ることができます。一方で、時間がかかっての攻略というものは、軍事上の勝利としては少し弱いものですから、政治上の勝利という果実を得ることができます。そして第3の道というのは、ロシア軍の防衛能力がことのほか高くて、ウクライナ軍の攻勢を退けるということも当然あり得ます。この場合だと残念ながら、時間だけが経っていくこととなり、戦線の膠着といったものを覆せることができないという、かなり残念な結果に終わったと言えるでしょう。ただし、この第3の道だったとしても、結局のところ、橋と鉄道橋を破壊し続ければ、それに伴って、川の西岸地域の部隊はいつまでも補給に苦しむこととなります。この状況それ自体はウクライナ軍にとっては優位ですから、この優位な状況のままで戦線が膠着し戦い続けるというのも別に悪いわけではありません。ただし、戦線の膠着状態が長い期間が経てしまうと、今度は一つ大きな問題が発生します。
それは季節の移ろいです。ウクライナの秋は非常に短いとされており、9月から10月、11月と進んでいくと、雪が降り始める時期へと突入します。この地方における冬の戦いというのは非常に黒土と雪が混ざり合う状態になって、舗装された道路以外の場所での戦いといったものは非常に大きな兵器が動きづらくなってしまいます。そして舗装路をめぐる戦いというのはそうそう簡単にどちらかの方が圧倒的に優勢になることは難しいわけですから、前線それ自体もなかなか動かない全体としての膠着状態へと陥りがちになってしまうのです。そういったわけでウクライナ軍としては9月攻勢にかなり本気に取り組むはずです。この9月攻勢でロシア軍に占領された地域、少なくとも川の西岸地域だけでも取り返すのか、それともそれが難しいのかといったことは、現在のウクライナ軍とロシア軍の戦力、その比較をするのに非常に良い物差しになると思います。というわけでここから先、1週間もしくは1ヶ月の戦いというのは、ここ最近においては最も注目すべき戦況の変化となるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わった方は評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。